Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io.ドリフト大会の D1 ライツというカテゴリーに出場する車らしいんですけれども、かなり本気だということなので、うちでもちょっと本気を出してですね、エンジンは 2.2 リッター、タービンは GCG の G25、その辺をつけてですね、エタノールを使って、アルコールですよね、その辺を使ってですね、馬力を600馬力ぐらい出して、それでもきっちり回る、壊れないという仕様のエンジンとしてメタルが飛びやすいので、メタルも強化クランクキャップを使って、もちろん強化ラダーを、ヘッドボルトも強化ヘッドボルトを使って、チタンリテーナーと、そうですね、そういうパーツを全てを投入してですね、勝てる車を作ると、そういう目標で、今エンジンばらしました。これからエンジン加工に入りますけれども、この間も言いましたけれども、今海外でですね、いろんなパーツがリリースされてですね、SR のやっぱハードチューンに対してのパーツっていうのは、もうむしろ国内ではもうどんどん廃盤になってパーツが揃わなくなってるっていうのが現状であってですね、そういう中でですね、
海外での SR パーツのリリース具合っていうのはどんどん新しいパーツができてくるんですよね。こんなに海外では需要があるのか。 SR エンジンってそんなに使われてるようなイメージがないんだけれども、海外で活躍してる車って側は S15 だけれども SR エンジン使ってる車がほとんどないわけですよね。 2J だったり V8 積んだりいろんな RB 積んだりとか、そういう中でですね、なんでこの海外メーカーはこんなに SR のパーツをリリースするのか、実に不思議ですよね。採算度外視して作ってるのか、好きじゃなきゃこんなのできないと思うんだけれども、一部のコアなチューニングフリークのためにですね、そんなにパーツって作れるのかなって思うんだけれども、今回もですね海外パーツを使うのはまず ATI のダンパープーリーですね。それからリジットチェーンテンショナー、インジェクターも 1500cc ぐらいのインジェクターを使いますから、当然海外のものですよね。でオイルプレッシャーレギュレーターも海外ものを使います。ウエストゲート、もちろんタービンも海外ですけれども、エンジンパーツも、結構海外品を使うのかな。2.2 リッターのクランクとコンロッドとピストンは HKS を使いますけれども、それ以外はほとんど海外パーツになってきてるのかなという。そして、ミッションもですね、さすがに500馬力超えて600馬力になってくるととても国内のミッションでは使えないので、今から作ろうとしてるのに海外ミッションを頼んでも間に合わないので、とりあえず俺の TTI ミッションを使って走らせるという、そんな流れになると思います。クラッチはねORC があるので大丈夫だと思うんですけれども、そういったノリでですね、俺が競技に出るっていうことは、俺が、競技に参加してた頃っていうのはもう本当にかなり金もかけてたし時間もかけてたし、もちろん人間的なマンパワーもですね相当力をかけてたんですけれども、久々にですね今回こういう話が来たので本腰を入れてサーキットサービスまでやろうかなと、そんなノリでですね、今年はちょっとドリフトの競技にも力を入れて頑張ろうと思ってるヤシオファクトリーです。ということで、ドリフト会場でもヤシオファクトリーの力を見せますので、皆さん応援よろしくお願いします。